皆さんこんばんは、うのうと言います。この動画は僕が持ってる謎の民族ゾナウについての情報を共有するのが目的です。僕の今までの考察動画をすべて見たという前提でお話ししていきます。まだの方は動画説明欄からどうぞ。今回はかなり濃厚な情報を出していきますし、皆さんが知らないことも多分出てくるかと思います。もちろんネタバレのオンパレードですので、未プレイの方は今すぐ動画を閉じることをお勧めします。後半には魚鳥居村のことや雷の大地の4つのマークについても話していきますので、ぜひ最後までご覧ください。行きましょう。まずはゾナウについての一番基本的なことだけマスターワークスから切り取って早口でささっとお話しさせてください。これの後すぐに本題に入ります。謎の遺跡と民族、それがゾナウである。フィロネを本拠地とした蛮族と言われているが、ゾナウ遺跡群と同様の意匠が見られる遺跡がハイラルに広く点在する。彼らは巨大な城を建造している上、試練の祠と連動する様子も見られるなど不可解な点が多い。まじないの力を持ち、数千年前に忽然と姿を消した民族とも囁かれ、その謎は解けることのないハイラル随一のミステリーとなっている。そしてゾナウに関係する遺跡には、勇気を司る水流、知恵を司るフクロウ、力を司る豚の石像が立っていたり、建築物には特徴的な渦巻き模様の意匠が見られます。柱の模様もあります。はい。ではまず、ゾナウに関連しているであろう各地の遺跡を巡っていきましょう。ノッキミヒの祠の扉。ヘブラ山には長い円筒状の空洞があります。山が丸ごとえぐられてるってただごとではないですよね。そして降りた先にこのノッキミヒの祠がある、扉があるんですよね。隕石が落ちて最終的にここに転がった？そこにこの扉、安易ではありますが、僕はゾナウが宇宙から来たのではないかということも少し考えました。そしてここがゾナウ始まりの地みたいな感じですかね。いきなりぶっ飛んだことを言ってすみません。聞き流してください。続いてその近くにあるヘブラの大化石の扉。ノッキミヒの祠と同様の作りの扉があります。ノッキミヒの方とは違う方向に入り口がありますね。関連は不明です。次に装備品のことを話していきましょうか。皆さんラバーシリーズという装備は知っていますか？電気耐性がつくもので、ゾナウ遺跡も近いフィローネの2カ所と雷の大地の祠でもらえる装備です。後ほど紹介する蛮族装備とローメイ城、ローメイ島の関係のように、ゾナウと関連した場所で入手できる装備ですので、ゾナウと何らかの関係があると思われます。ゾナウが作った装備なんでしょうか？兜のモチーフは電気ウナギ？ナマズですかね。ラバー装備の説明文に古代の技術で作られた現代では失われたゴムという電気を通しにくい特殊な素材と書かれていることから、現在のハイラルではゴムを作ることができず、ゾナウはゴムを作れたのかもしれません。このラバーシリーズが入手できる場所が3つあります。見ていきましょう。レイクサイド馬宿。ラバー装備が手に入るだけあって、雷に関係するミニチャレンジでした。全然関係ないかもしれませんが、あえて言っておきます。馬宿の教会の人たちのユニフォームのことなんですが、帽子の後ろ側がミドナの後ろの髪に少し似ている気がします。多分関連はないですが、一応拾っておきました。キュカナタの祠。雷鳴の試練の場所ですね。ラバー装備が手に入るだけあって、ここも雷に関係する祠です。近くにゾナウの柱、意匠があります。雷の大地のゾナウ遺跡。気になる4つのシンボル、マスターワークスにも書いてありますね。これについては最後の方にまた話します。さて、ラバーシリーズ関連を紹介したついでに、ゾナウ族の衣装と考えられている蛮族装備についても考えてみます。赤い髪の毛がついており、右手前腕部分にだけトゲトゲの骨がついています。続編トレーラーの手と関係あるんじゃないかって思っちゃいますよね。これは多分関係を匂わせてるんだと思っています。そしてこの蛮族装備、気になるマークがあるんですよね。これです。これと似たものを、まずブレスオブザワイルドの世界から見つけました。2つ紹介します。ニーケル平原。2つの輪を同時に射抜くという変わった謎解きのところですね。輪っかの真ん中にわざわざ線が入っているので、関連を匂わせているんだと僕は考えました。すぐ近くに雷の大地があります。いずれも詳細は不明です。ヤシの遺跡、魚鳥居村の説明をすっ飛ばしていますが、後ほどちゃんとお話しします。さて、ヤシの遺跡でのミニチャレンジは皆さん覚えていますよね。ゾナウが関係する遺跡には必ずと言っていいほど夜光石があります。
続編トレーラーの遺跡にも夜光石と思われる鉱石が大量にありました。この石板の文字は夜光石を塗料として使ったっぽいですよね。ここからが本題なんですが、集めた石板をもともとはこうだっただろうという感じで当てはめてみると、こうなります。蛮族マークですね。先ほどの。このマークは一体何なんでしょうね。僕は影の世界と関係あるのだと思っていますが、影の世界はスカイウォードソードの時代からあるので、必ずしもトワイライトプリンセスと関係あるわけではないと思っています。そしてこの蛮族装備マーク、なんとトワイライトプリンセスの中の影の世界でも見つけました。スフィアマスター、影の世界でリンクが手に入れようとする光のエネルギー、ソルを握って守っている守護者ですね。手の形をした物体なんですが、指先に先ほどの蛮族装備マークがありました。少し違うようにも見えますが、とても似ていると思います。どうでしょうかね。そしてスフィアマスターが鎮座しているその奥に、三つ目のような渦巻き風の模様がありました。これどこかで見たことありませんか？続編トレーラーの遺跡の入り口、あの顔ですね。考察4の動画でもお話ししていますが、画像が荒く目なのか渦巻きなのかはわかりませんでしたけど、それと関連しているんですけど、蛮族装備の胸と腰にマークがあると先ほどお話ししました。その腰の方は左右に2つ、中央の少し上、おへそあたりに1つ、これまた3つの目ですよね。この腰の3つのマークなんですが、これを仮に目とするなら、左右の2つは閉じられていて、周りの色が黒で塗られています。対して中央の一つは左右の扉のようなものが開いていて白で塗られています。第三の目の海岸を象徴しているのでしょうか。関連あるかどうかは今のところわかりません。謎は深まるばかりですよね。探せば探すほど謎が深まっていくというとても奇妙な状態です。何か気づいた方、第三の目について知見がある方、コメントで教えてくださいね。ついでなんですが、影の世界にはこんな壺もあります。竜のマークも気になりますよね。自分の尻尾を食べているようにも見えます。ウロボロスですかね。破壊と再生。次に蛮族装備の入手場所を見ていきましょうか。北ローメイ城跡。ランプの形も竜でした。他の遺跡同様、竜の石像をイメージした縦に長い感じです。口に光を加えている形ですね。こじつけ込みで考えるなら、影の世界のスフィアマスターが手のひらの中でソルを守っている感じに似てなくもないですかね。似てないかな。似てないか。南ローメイ城跡。ここは北ローメイとあまり変わりありませんので割愛します。ローメイ島、この島についてなんですが、考察後の動画でリンクの冒険に出てきていることを説明済みです。詳しくは動画説明欄からどうぞ。ワープマーカーが隠されているのがローメイ島。これはワープ技術はゾナウのものというメッセージなんでしょうか。さあちょっと話は変わりますが、今回この動画を作るにあたってある試みをしました。ブレスオブザワイルドの世界観に登場するものはフリーメイソンとかイルミナティ、ケルト族、空風林などいろいろなものがモデルになっているのかもしれないと感じたので、そこから発想してナスカの地上絵的なものもこのハイラルのどこかにあるのかもしれないなと考えて探そうとしました。そして任天堂さんが隠すならとても分かりにくいところに隠すのではと思ったので、この場所を調べてみました。ドイブラン遺跡。四六時中真っ暗なゾナウの遺跡。ここの壁をバイクとか炎とかで照らしながら、俯瞰で見た時の形を想像してみました。結果から言いますと、何もないように思いました。絶対何かあると思ったんだけどな。すみません。さあ、じゃあいよいよフィロネ地方に切り込んでいきましょう。グチニザ平原古墳群。ゾナウの柱。式典場跡の柱にも同じ模様がありますね。ハイラルとゾナウ、どんな関係なんでしょうね。次はこのグチニザ平原古墳群も含んでいるフィローネ全域に広がる遺跡を見ていきましょうか。ゾナウ遺跡群。豚の石像の裏側にあるこの模様は何でしょうかね。途中の橋に木のオブジェがあって、これの顔がトワイライトプリンセスのミドナみたいなんですよね。関連はわかりませんが。勇気の泉、いわば総本山です。勇気の泉を含んでいるこの巨大な竜、その左右の手の上にあるコログブロック、形がニーケル平原の輪っかに似ていませんか。つまり蛮族マークに似ています。関連はわかりません。そして気になったことがもう一つありました。
勇気の泉に続く橋の近くに6体ほどの石像が水に沈んじゃってるんですよね。ちょうど近くに桟橋があったので、魚鳥村の海底の様子を見る桟橋の裏技で水中を見ようと試みました。桟橋が水と近すぎて実現しなかったんですけどね。周りの石像とは違う感じを受けたので、なんとか全貌を拝みたかったんですが、残念です。もし水中を見れた方がいらっしゃいましたら、どんなだったか教えてほしいです。気になるなぁ。さて、海の底の話も出ましたし、魚鳥村の話をしましょうか。魚鳥村。結論から言いますと、魚鳥村は謎の民族、ゾナウの村で、まず間違いないと思います。村人たちに自覚があるかはわかりませんが、ゾナウの末裔といった感じではないでしょうか。近くにあるヤシュの遺跡については、先ほどお話ししましたし、別の動画では、風のタクトとの関係や渦巻きのこともお話ししました。まだ話してないことがあって、それが貝殻のペンダントです。ここの子供たちは胸に貝殻のペンダントをつけてるんですが、一つは村でよく見る横向きのカタツムリ的な渦巻きで、もう一つは縦向きの秋貝的な渦巻きなんですよね。わかりやすく言うならサザエみたいな。これを見た時に思い出したことがあるんです。それがこの雷の大地の4つのマーク。この赤いの貝殻のマークなんじゃないでしょうか。真ん中に渦巻きということで、魚鳥村とゾナウの関連をより強く強調しているのでしょうか。赤い色は強いて言うなら蛮族装備の髪の毛の色？どうなんでしょう。前回のトリビアの動画に視聴者の方からこのマークについてとてもいいコメントをいただきまして、そこからまた少し考えてみました。皆さんも一緒に考えてほしいです。なので残りの3つのマークについても今話していきます。まずこの緑のマーク、皆さんには何に見えますかね。僕は葉っぱなのかなって思いまして、コログ族を表しているのかなと。中心にコログ族の前身であるコキリのマークっぽい模様がありますしね。ゾナウの渦巻きだと言われればまあそうかもしれませんが、というかここにあるマークは全て渦を巻いているんですよね。なのであえて今回はスルーしますね。次にこの紫色の腕根のマーク、蛇とか竜に見えなくもない。どうでしょうね。ひし形といえばファイやギラヒムが思い浮かびます。紫色ってところには闇の賢者、結局わかりませんでした。そして4つ目、黄色い十字のようなマーク。僕はこれはシーカー族を表しているんじゃないかと考えました。というのもシーカー遺物にはこのクロスした模様や構図が見られるからです。雷の大地のこの黄色いマークを見ていて、また別のことを思い出したんですよね。もう一つクロスマークを紹介します。それが市から村にいるグラネットの横にある縦の模様です。なんでこんなところにポツンと縦が置いてあるのかいつも不思議に思ってたんですよ。任天堂さんからの何かのメッセージなんだという可能性もなくはないと思ったので、間違ってでもいいやと思い、このクロスの模様はシーカー族のマーク。そう結論付けました。はい。他の縦の模様も何かしら各種族と関係のある模様なんかなとも一瞬考えましたが、動画にするほどの案は浮かびませんでしたので、ここまでにしました。その後、なんだか急に縦のことが気になり、スレミーのところに遊びに行きました。縦サーフィンの女性ですね。そこで、竜が背中を合わせて、尻尾がくるってなってる旅人の盾とかあったんですが、この辺りで脳がお腹いっぱいになってやめちゃいました。さて、特にオチはないんですが、もともと今回は知ってることを垂れ流すみたいな動画ですので、ご勘弁ください。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただき、高評価ボタンをポチッと押していただけると今後の動画制作のモチベーションになりますので、どうかお願いします。このチャンネルではこれからもゲームの考察、解説、実況動画を投稿していきます。だいたい週2のペースで考えています。まだの方はチャンネル登録をぜひお願いします。そろそろゼルダの他の作品の考察しながらの実況動画とか考えていますので、そちらも楽しみに待っていてもらえればと思います。ご視聴ありがとうございました。